次次もう手で持って追うのがめんどくさくなった時にカメラ置きっぱなし今やってるののもう一個手前の動作が大事ですね。もう一個手前、この辺からなんですか？この辺からというと、その手前の右に土手側に頭を振るじゃないですか、はい、それの時にはもう感じてないといけないことがない状態で入ってきてる感じがします。そうやっぱ動画これ連続はする。そのもう一個手前がなんかない状態に感じるんですよね。ただモーションに入ってるような、惜しい。そういうやつ、そういうやつ、そういうやつ、こういうイメージだったんですけど、そういうやつ、そういうやつ。でもそれがまだ俺の範囲だとそれがこれに結びつかないんですよ。今のでもその1個目のところが大きすぎるんですよね。もう本当動画見てて、分かるか分からなんかふやっそうです。やっぱ間違いではない間違いじゃないかどうかは分からないですけどなんか一回こうってやって吸ってやって、でもここでも俺なんかされてるんだなと思うんですよ。じゃないとこうだから多分ですね、その前がなかったらそこで何かすることができないんだと思います。マジっすか。なんか、俺が感じた感じだと、こう今度はなんかロールもしてるんだけど前後ろの動きが若干あるような感それは多分前を動かしてるっていうかコントロールしてるから一緒に後ろがついて動いてるんじゃないじ。ですかね。そんな感じですよ。だからそう見えるのかもしれない。やっぱりフロントタイヤ使ってなんかやってるんですよ。そこが分からん。そこは考えてなかったからわからないけど、でも前と後ろはつながってるからですね。前がそうやって動かすと後ろも一緒に動いてくるんですよ。動いてくると思いますよ。つながってればですね。つながってない車だったら別だと。ほら。分からんぐらいで多分、今の大きすぎるんです。ダメ。やってない多分まだ意識せんと多分できないですね。意識は多分してると思うんですよね。それ大きすぎてもダメなんですよね。だから目で見て分かるぐらい頭が動くと、頭が動くと思うんですよ。そうですね。頭を動かすんじゃなくて遠心力を作るだけなんで、感じない。やる気を感じないやる気を感じないです。今なんかまだ手探りでなんか
しいけど制御できてなかったですね今の。はいそうなんですよ。もう1個できたら1個がでも感覚的には惜しい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 けど使えてないですはい、惜しいけど使えてないスラロームの一発目のところの感覚と同じなんですけどね。惜しい惜しい。ダメ。何もないところからその作り始める最初感じですかね。ダメ。一発目が見てたこっから流れじゃない使えてないアクセルで今無理やり持ってきました。今のはこうしないとっていうイメージを押し付けましたね。もう走ってるだけでバレバレと自然にやっぱできることなのでなんでしょうね。いいんじゃないですか。いいけど今のは姿勢ができたところで踏むのが1テンポ遅れちゃいましたね、はい、あれで踏んどけばよかったんですけど。ダメ。なんかそこで焦りやんと思うとなんかダメっすねこれが自然にできるようになったら多分自然にというか流れなんですよね、流れの中でもうこの辺でそれがイメージ作ることをイメージしながら立ち上がってこないとストレートに入ってからそれをしようと思うから間に合わないんじゃないんですか。もうこの辺から考えておかないと。ダメ。ダメ。手前考えると手前からあるここからこの先自分がどうなるかっていうイメージができてないんじゃないんですか。どうしたらいいのかまだそれをつなげれてないんですよね、イメージで。だけどもしかしたらこの辺もこれでこの先どうなるかもうストレートぐらいまでにイメージができておかないと難しいかもしれないですね、今ぐらいの技術だと。でもリカバリーでいつでもどこからでも作れるようになればどんどん短い距離でその準備ができるようになればいいんですけど、今の技術だとおそらく3秒ぐらい先までイメージができないと確かになんかできない、もうこうしないといけないっ
って思ってやってもならないでしょうね。そこでダメだったらもうダメ。うん。まあ今のところ取る価値がないと思い始めてます。だんだん取るのがもう取っててもなんか何もないだろうな今日はっていう感じがします。ちょっと考えてもらっていいですか。蛇行してきてるだけですもんね。ああ、そっか。うん。フロントがちゃんとこうとどめれてなくてロールが使えてない、足が使えてない。惜しい。やっぱりアクセルがちゃんとせんとダメなんだ、アクセル。そうですね、今フロント使えそうだったんですけど、はい、アクセルの抜く感じと入れる感じがそれに合ってないから。合ってなかったんです。そうです、そうです。だからせっかくフロントタイヤのグリップ感がありそうなところから抜けるようなアクセル操作になってしまいましたね、今。つながってないっていうか、なんて言うんでしょうね、使えるところがなんかせっかく使えそうだったのが使えない感じ。いいんじゃないですか。どうでもいいんじゃないんですか。一番答える言葉です。いやいや、まだなんかちょっと良かったような気がするんですけどでもたまたまなんだろうなと思った。たまたまだと思います。いやだからたまたまなるっていうことは条件的にはできるんですよね。ただ使えてないっていうだけで。悪くはないと思いますよ。可能性がゼロではないってことです。ゼロではないと思います。まだまだ。まあ使わなくても走るのは走れるんですけどね。でもやれることが全然違ってくると思うので、やりたいです。やればいいのにな、簡単なの。本当これ心の底からカーンタンって言い切られてこれでもそれをここのストレートでしようと思ったらめちゃめちゃ難しいと思いますよ。逆にですね。だからなんでここをやってるんだろうなって僕は思って。やっぱもうあの動画見てしまっとるとここのイメージが結局車速が上がるじゃないですか。はいはいはい、だからそのモーメントでそれっぽくなったりとかするんですよね。動きそう自分でしなくてもそこまでの流れがある程度なってたらなんかそれっぽくなったりとかするんですよ、勢いで、はいはいはい、だからそれをちゃんと自分の手でコントロールしないといけないと思うとやっぱストレートよりもインフィールドでちゃんとやった方が分かりやすいのかなと思いますけどね。とかあそこの最初から手前の振り返しとか、だから走らせててもここがストレートが1コーナーが一番簡単なんですよね。そう一番簡単ですね。複合なんで他のところの方が難しいです。ストレートでちゃんとしようと思ったら難しいですよ。でも車速それっぽく乗せてきてそれっぽく入って振って入ってきてそれっぽく着地させてっていくのはごまかしやすい。モーメントがもうできてるから車速の分で。でもそのインフィールドとかってちゃんと短い期間でちゃんと加速させてやりながら姿勢を作りながらやることをやっていかないと車も飛ばないし飛ばないから着地もちゃんとしないからっていうのがはっきり分かりやすいですよね。こうだとなんかそれっぽく車速が乗ってきてズバーンっていったらおお今のかっこよかったねって勘違いしちゃいますよね。勘違い
で今やろうと思ってるのはそれじゃなくて、ストレートで本当にちゃんとこのまっすぐな状態に近いところで、その右左の遠心力を、だってバイクで考えてですよ、ストレートで左右に倒せって言って難しくないですか？危ないです逆に難しいですよね、だからそれを上手い人はコントロール多分してるんですけど、バイクもですね。でも難しいと思うんですよでそれを一生懸命やろうとしてるから難しい。そう走ってそれっぽく走ってごまかせるのは車速乗ってきた方がやりやすいかもしれないですけど、じゃあごまかす練習をしてたような感じなんですか？いやちゃんとそこをしようとしているでしょうけど難しいんですよ、それをストレートでしようとそう、だってきつい R から出てきたところからストレートでしょ、ストレートだけど次のコーナーに対してのアプローチをするための右左の遠心力をコントロールするってなったら難しいような気がしますね。逆に、ただ走るだけだったら簡単ですけど、いや考えが甘かったら考えが甘かったわけじゃないと思うけど、求めすぎなんじゃないですかどれしかできないのにできないのに求めちゃってるそう求めすぎなんじゃないですかねまだちょっと早いような気がします俺もめちゃくちゃそう思ってるんですけど、だから難しいのは多分難しさは変わらないと思うんですよ。ただ分かりやすいか分かりにくいかっていうと分かりにくいような気がします。逆にストレートで練習した方がコントロールだってできてない息の方が長いですよね、ストレート。インフィールドの方がコントロールできてる時間は長いですよね。だから失敗した成功したとかっていうのが分かりやすいのはインフィールドでした方が分かりやすいよそうですね。こっちでも失敗したと思ったらもう、ドリフト線でそのまま流していくけんです。そうそういうこともう踊りすぎてる。教えるのにもなんかすごい教えにくいですですよね。どうせだってまっすぐ来てるのが動いてるのが分かりにくい、分からないぐらいでしないといけないのに、俺もお母様に動かそうとしてるでしょ。はい、そういや、あそこでそんな動かしたらその先どうなるのってもうそのお釣りがなんか来そうだから、でも作らないとダメだし、作りすぎてもダメっていうのがものすごい難しいです。よりはインフィールドの方が右に遠心力がかかってるところからの車速がそこまでストレートで伸ばしてこない状態でとかだから、インフィールドの方が教えるのは教えやすいような気がします。いやどっちでもいいんですけどなんか伝えれる自信がないです正直やってみせることはできると思いますけど動画のスローでずっと見ててそこしか分からなかったっていう。そうなんですね。俺本当このインフィールドのいやでもロールの感じが出てるんですけど、これアスファルトの凸凹のロールなのかなとかで、俺その後トムさんの動画見たんですけど、いやそんなにロールしてないんですよ、凸凹で、なんでここつってなんかされてるなっていう感じで、ですね。しないとならないと思うんですよ。車速が低いヘアピンとかの繰り返しとかはしないと、多分車が前は逆にロールしたりとか水平になったまんま移動したりとかってすると思うんですね。これそしてそのシャーって出てくるんですよね、全部飛んでくるんで何ですかされてるのした方が多分あっちの方はすごい頑張ってるんですけど走ってる方は分かりやすいようにないんですね。もうちょっと動画がいい感じにこう寄っとってくれる撮ってる映画ですねここ欲しいっていうところがやっぱり俺もだって飛び寄って自分で飛び寄ってここ欲しいけどって言ってばっかり外れちゃったりするなるほど。いやそれ考えるとこっちも難しいよなって感じですよね。いや難しいです。そう今までこうやって飛ばせるようにフロントタイヤを使えないといけない。
だからグリップで走り寄るときってコーナー曲がるときもおそらく進行方向に対してフロントもロールしてると思うんですよ。フロントもロールしてると思うんですよ、グリップで走ってるときって。だからグリップでちょっと走ってみてもらっていいですか。いや、そのインフィールドの、車全体が進行方向に対してロールしてますよね、フロントも。ちょっと適当にドリフトしてもらっていいですか。ピー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 ってドリフトしてもらっていいですか。シャピピーでシャピピーって言ってもらっていいですか。難しいフロントどうですか、進行方向にロールしてますか。してないですよ、だから後ろはハンドルっていうか切れてないので、進行方向に対してロールしようとするじゃないですか、それに対してフロントは切れるから、それで逃がしちゃうと、進行方向の方に車がロールしないですよね。してないです。ということは、その左右の足の伸び縮みの反発って使えないじゃないですか、動き。そっか。これがほら、今のあそこが右にグーってフロントが沈んでると、右が沈んでる状態じゃないですか。右が沈んで左が上がっていれば、それの反発で車が逆にまたロールしてくれますよね、フロントが。とそれを使うのがフロントを足でちゃんと飛ばす動きですよね。でそれをするための操作っていうのを考えてあげると、行き急いでカウンターを当ててしまうと前が逃げちゃうから、そのロールするためのなんていうんですかね、そのとどめれないじゃないですか。とどめれるとホイって向きは変えれるんだけど、足で変えれるんですけど、フロントの遠心力というか荷重の乗ってる方向、これをホイってフロントを左に移せるんですけど、これ右を下げて左を上げた状態だったら開放すると、勝手にフロントも逆の方にホイっていきますよね。とどめてない。だからリアも結局そのなんか飛ばす時とかに足を使うっていうじゃないですか、あれも結局縮んでるバネを縮めた方と、その反対だったり対角線上の足っていうのが伸びた状態のが沈もうとする動きを使って足で持っていけるじゃないですか、でそれをフロントだけで考えた時にも、ドリフトでブワーって立ち上がってきて、右が潰れて左が上がってる状態でグーってくるとしたら、それの反発も使えますよね。ちゃんと乗ってたんです。それで向きを変えてあげるとか、ロールの方向を変えてあげる、その反発を使って、そうするとフロントもホイって飛ばせますよね。何回か見て寄って思ったのが、いやわざとなんてたまたまなのかもしれないですけど、逆切った時にアンダーかけてフロント引っ掛けて飛ばしてる。そうイメージだったんですよ、それの時に足りない分を、要はそれタイヤを引っ掛けるじゃないけど、抵抗を使ってあげて、もう一回グッとバネを縮めてあげて、左を縮めてあげて、その反発を使って遠心力を反対に右にピンと飛ばしてる。アンダ
側もわざと技の一つなんです。はい、そう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 。すごいと。でもこの後めっちゃ飛んでるしって。フロントがでしょう、はい、ああいうのの使い方もあるんだなと思って。そうですね。だから、フロントタイヤはその時は荷重乗ってる状態で右なら右潰して、左なら左潰してって言ってる状態の時にちょっとズズズズってなると思うんですよね。で足だけポイって飛ぶってなって、それもスポーンピョンって飛ぶでしょ。ピョンって飛ぶでしょ。やっぱあれ使ってたんだ。そうそうそう使って分かるけどできないですけどいや、あれは無理やな。いや無理じゃなくて、そういった方がその後が楽なんですよね。車全体が次のコーナーに対しての姿勢を作りながら持っていけるので。だからその足で向こうから立ち上がってくるところを、フロントも足でこう遠心力かかってる方向右から左に変えれたらハンドルを切らなくてもいいわけですよね。ポイって全体がポイっていくから、そのままそしたらハンドル切らないでも頭はそっちの方に向いてくれるんで、踏んであげれるんですよね。なんでしょうね、まっすぐ走ってるんだけど遠心力が真横にできるだけかかるような動きを作る感じですかね。まっすぐ走ってるんだけど、高速道路とかでなんかトントントンってすると車がひょいひょいひょいって、車まっすぐ走るけど横に揺れる感じになるじゃないですか。あれを最初に作らないといけないってことですね。だから高速道路で頭が触れるぐらいハンドル切ったら危ないじゃないですか。一気にスピンしたりとかですね。じゃなくてその車を揺らすのの一発目が難しいんでしょうね、作り始めが。だからバイクで説明したのもそんな感じじゃないかな。まっすぐ走ってるけど体をこうちょっとずらしてコーナーに入る準備をしてとかっていうのと同じ。あれがハンドルまでバイクでまっすぐ走ってハンドルまで切ってコーナーに向かっていくと危ないですよね。だから大きすぎてもダメだし小さすぎてもダメだし、ただその作り始めたらそれを増幅させてやらないといけないから、そこからつなげてあげないといけないですよね、その流れを。フロントタイヤを横に引きずる感じ。横に引きずるとフロントもロールしますよね横に引きずると遠心力で。フリップで走ってるのと一緒ですよね。そう短い期間でもスラロームだったら一発目でそれができないと一発目からその荷重の流れを使って入れないです。フロントがロールを開放したことによっての遠心力の左に移りがないできてないですよね。ハンドルで動かしていや自分の車でっていうこの動きを一回一発目がすごいわかりますね。分かってます。今の失敗。
そう沈んでる。今めっちゃいいですよこれ。常になんかまっすぐ走ってるところでもこうフロントを横に引きずってる感じがするんですよね。俺が思ってる想像一度に引きずってますよね。俺の俺絶対ででもなんかアクセル入れぐらいがやっぱ違う。俺なんかフロントにかけようって思いながらなんかアクセル入れてる感じがする。ハンドルで向きを変えてる感じはあんまりないですね。わかります？このこうなりよってしまうフロントが分かる感じがします。わかります？だから車の頭が入ってハンドルでアクセルとかじゃなくて、もうこっちにこう来てるときはもうこう逆にハンドルを切りたいぐらいの感じです。なんかその意味がなんとなく分かってきた。テンポ速く多分逆らってる。全然わからん。普通に曲作ってるだけみたいな感じにも考えてないですよね。多分。でも普通に聞いてしまうとそうやってんだって。だから多分ハンドルを切れてる量とかも全然違うんじゃないかなと思います。切れてる量、切れてる量とこの車の姿勢の時の、車の姿勢がなってないですよね。なんかよズーってフロントタイヤもこの辺とかズーっていってます。なんかフロントタイヤ減りそうな感じ。横にですね。そうそうそう。多分使える範囲が全然違うんだろうな。そうですね。それとか分からんでしょう。見てても分からんくないですか。そう考えてみると、やっぱ初速があると分かりにくい。分かりにくい。説明がすごい難しい。一緒に見えますもん。何も考えないで、それっぽく見えるんですよね。
実際タイヤのフロントタイヤのグリップがないので、多めになんか切るような感じにはなるんですよね。休み方が分かりやすい。フロントタイヤをなんかちょっと引きずってやらんと進行方向にちゃんとロードしないですよね。これがきつい。車全体が進行方向にロールしてますよね。はい、これがその前を多分転がしていくと逆にロールするんですよね。だから結構ヤシの木は逆にロールしながら行ってる人多いと思います。ってことはその先の向きを変える時とかのフロントタイヤの使える領域が全然違うと思います。だからそうだから向きを変える時にフロントタイヤの多分使えるところも違うし足も使えない状態だから、だって車を右にロールさせて飛ばしたいのにすでに右にロールした状態でそのまま行く感じ。そしたらもうフロントタイヤのこのなんか無理やりの抵抗とかでなると軸になりやすいからスピンしやすかったりとか、結局コントロールできないから綺麗に奥まで飛ばせなかったりとか。グリップがあったなんかグリップさせた感じがそうですよね。コントロールできないでしょ。ドアンダーになって、そうですドリフトでも一緒です。